日本の端っこ、ヒグマがたくさん暮らす山の雪も溶けて、春がやってきました。植物は一斉に芽吹き、虫たちも活動開始。静かな冬が恋しいです。基地の庭が山菜天国になっていることは嬉しいです。一緒に見に行きますか？リンの田舎暮らし。画面左奥は知床峠展望台や日本百名山羅臼岳まで何もありません。自然豊かな知床の基地には行者ニンニクが次から次へと生えてきます。知床で育った行者ニンニクのお味はヒンナでした。北海道に来た時、趣味を持とうと山菜採りを始めましたが、行者ニンニクと山わさびは見つけることができず困った記憶ももう昔のこと。道民歴も長くなり、行者ニンニクを大量採取、そして知床の基地には立派な山わさび。道民1年目、やっとの思いで見つけた山わさびを増殖させて3年近くの月日が経ち、美しい清里を先祖に持つ知床生まれの極太山わさびが育っています。虫除け効果があるラベンダーは4月末から咲き始めました。お料理に欠かせない二輪草も元気に育っています。お庭の二輪草を乾燥させます。これだけあれば次の春まで持ちそうです。大好きなよもぎと、吹きを見ると暖かな春の休日、お料理したくなりますね。2ヶ月前、トヨタの大人気車種ランドクルーザー、先がですね、ちょっと急な下りになっています。ランクルフェスにたくさんの視聴者様が会いに来てくださり、旭川にあるお蕎麦屋さんの女の子がお土産にお蕎麦の実を持ってきてくれました。お蕎麦といえば、幻の魚伊東の産卵や放流活動でお世話になった朱鞠内湖がある幌加内の名産です。伊東を釣り上げた後、お蕎麦を食べた記憶がよみがえります。名古屋生まれということもあって、長野に親戚がいたりもして、お蕎麦は馴染み深いですが、お蕎麦の実からちゃんと麺になるのでしょうか。山わさびがたくさんあることですし、頑張って作ってみます。初めてのお蕎麦作り、上手にできるでしょうか。粉砕機で蕎麦の実を引きます。蕎麦の実を見たのも初めてかも。子供の頃、おばあちゃん家に蕎麦柄の枕がありました。硬い枕好きになれなくて、文句垂れてた幼少の私。届かないごめんねは行き場を失いさまよったまま。引きたてのそば粉、台所に広がる香ばしい匂い、花粉で鈍った鼻にも届きます。そばの生産量日本一を誇る北海道。旭川にある全海山のおそばは、大雪山から流れる雪解け水が育んだ風味豊かなおそばです。知床の空気も混ぜて、そば粉の割合によって味や食感、香りから後味まで変わります。二八そば、九一そば、そば粉 100%、10割そば。何そばがお好きですか？コメント欄で教えてください。長い冬が終わった北海道、すべてが凍る世界を春風が溶かしてくれました。
暑いそばも好きですが、こんな小春日和には冷たいざるそばで体の熱を取りたいです。初めてのおそば作り、私の挑戦は失敗に終わりました。おそば作りは難しいですね。コツがあれば教えてください。ざるは諦めてかけそばにしていただきます。ところよりもさらにこんな感じで小回りを利かすことができるようになります。はい、これがねターアシストという機能になりますね。ですから通常の、ハンドルでいっぱい切ったところを見るよりもさらにね小回りを利かすことができるようになります。はい、ではここから一気に上がります。まあ今のねまだまだ角度的にはね十分いけるんですけども、下がねかなり滑るようになってきてますからね。はい、でここから一気に途半を上がってこの先がですねちょっと急な下りになっています。この辺まで来るとね実際下が見えませんけどもね、このモニターでねちゃんと確認することができますんでね。じゃあまあここは機能云々よりはねちょっとアトラクション的にね行ってみたいと思いますんでね。はい、じゃあ行きます。せーの、よいしょ。